どうも、プラシキです。今回は機動戦士ガンダムナラティブに登場するナラティブガンダム C 装備のレビューをしていきたいと思います。HGUC144 分の1ナラティブガンダム C 装備2019年3月9日発売、販売価格は2530円となっております。今月にはバージョン過渡期のマスターグレードも登場するので楽しみですね。ちなみにこの巨大建造物は作る勇気がないのでまだ作っていませんが、いつかレビューしたいなと思っています。それでは早速内容物チェックをしていきましょう。内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ説明書になってます。ランナーは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ポリキャップにホイールシール、説明書になっています。ランナーは HG144 分の1ナラティブガンダム A 装備でも使われていた新規ランナーが使用されています。こちらの接合部関係のランナーも同じくナラティブガンダムのランナーが使用されています。こちらは結構新しいキットなのでプラスチックがちょっと柔らかいタイプのランナーになっています。程よくモールドも刻まれていい感じですね。こちらはカラーパーツが含まれているランナー、クリアパーツや色違いのパーツが入っています。そしてこちらはサイコフレームを再現するためのクリアパーツ。こちらはプラスチックが透明のタイプのランナーになっています。こちらちょっとプラスチックが硬めなので、ニッパー切り取る際は接合部気をつけて切り外した方がいいと思います。オイルシールはデュアルアイの部分が選択式のシールになっています。シンプルですね。接合部にはポリキャップを使用。こちら数が多いんですけど最終的には結構余ります。説明書はナラティブ C 装備の専用説明書、カラーと白黒の見開きタイプの説明書になっています。結構内容量普通の HG と同じぐらいの内容量になっていますね。余剰パーツに関してはナラティブ A 装備のランナーが使われているため、そちらの A 装備用の余剰パーツが少し出るようになっています。ポリキャップも結構余りますね。さあ行くぞ。それでは早速組み立てていきます。こちらのパーツは上から差し込んで、パーツを固定するような形になるんですが、後ろの部分を先に差し込んで入れるとスムーズに入ると思います。そして下の方からパーツを固定するために挟み込みという構造になっています。そしてフロントの排気ダクトの部分は差し込みで対応。両側とも差し込んで固定するような作りになっています。そしてこちらのパーツにはサイコフレームを差し込みます。そして先ほどのボディパーツの方に差し込み、両側から挟み込むような構造になっています。そしてボディパーツ下部の方にもサイコフレーム付きのパーツを差し込み、そして首のパーツを差し込み固定をします。でフロント部分も別パーツで構成されています。こちらは胴体部分のコアブロックを作るパーツ、前後のパーツ挟み込みで成形されています。こちらはコアブロックのちょうどコックピットの部分のパーツですね。透明のパーツも差し込みながらコアブロックの再現がされています。胴体部分のパーツに関してはリアルグレードのような構造の作りになっています。バックパックに関してはサイコフレームを挟み込み、ブースター部分は細かいパーツで構成されています。こちらのパーツも上部に差し込み、そして両サイドにビームサーベルの取り付けパーツを差し込みます。ビームサーベルは細かい柄の部分のパーツと柄の部分のパーツが2パーツで構成。
そしてビームサーベルの部分を差し込み、ブースターの部分はボールジョイントになっているので下部の方に差し込みます。こちらは少し可動域の方があります。そして胴体の方と 3mm 軸の穴でドッキング。それでは合わせ目など見ていきたいと思います。胴体上部は合わせ目やパーツ分割のためほぼ出ないです。コアブロック部分に若干前後挟み込みのため合わせ目の方が出てしまいます。あとはバックパック部分が上部の部分に合わせ目がどうしても出てしまいますね。その他背面等にも合わせ目はないですね。そしてこちら首のパーツの部分は、後ろの方へ可動域があります。そしてコアブロックの部分は別のパーツ構成になっているのでポリキャップ部分が接合部として可動域を持っています。それでは頭部パーツの方を見ていきたいと思います。頭部パーツは、フロントマスクの部分は2パーツで構成。先ほどのパーツをこちらに取り付けし、この上の部分にクリアパーツにシールを貼った部分ですね、デュアラインの部分を取り付けます。そして頭部の後部パーツへ差し込み、そして前パーツで挟み込みます。若干の色分けがされていますね。頭部アンテナは HG 用に先が丸くなっているタイプのものですね。こちらの方は差し込み、そしてこの差し込み部分に小さなパーツで固定をするという作りになっています。頭部パーツの合わせ目ですが前後で挟み込むため、サイド横側の部分から上部、そしてまた横側の部分にかけて合わせ目の方が出てしまいます。バルカンの部分に関しては色分けがされていないのでこちらは塗装の必要があります。続いてワン部パーツを作っていきたいと思います。ワン部パーツの構成はちょっと前のバンダイのワン部パーツの構成となっていますね。この肘のジョイント部分などはポリキャップの方は使われていません。そしてこちらの溝の方にサイコフレームを差し込んでいきます。前腕部のパーツ構成ですが、前腕部のパーツ構成はリアルグレードのパーツ構成に少し似ていて、細かいパーツで分割構成されています。肩アーマーは前後で挟み込む構造ですね。肩アーマーも細かいパーツの分割で構成をされています。前部にもこういった細かい色違いのパーツを差し込み、パーツ構成はリアルグレードに近い感じがします。そしてサイコフレームをこちらの肩アーマーの方にも差し込んでいきます。細かくパーツの方が分かれています。裏面も同様にサイコフレームのパーツを差し込んでいきます。裏面も細かくパーツが分割されています。マニピュレーターは2パーツ構成のシンプルな構成。そしてボールジョイントでワン部の方と接続をしていきます。でこちらの肩アーマーはポールでジョイント。カチッとはまります。それではワン部パーツの合わせ目を見ていきたいと思います。接合部分に関しては合わせ目に見えないような工夫がされています。上腕部はパーツ構成のため合わせ目は出ません。そして肩アーマー部分ですが、この内側の部分に合わせ目が出てしまいます。その他はパーツ分割のため合わせ目は出ないですね。それでは可動域を見ていきたいと思います。可動域は上腕部の方は360度回転します。そしてこちら前腕部の方、こちらも360度回転をします。そして肘の可動域ですが、肘の方は2段階ではありませんが、ある程度の可動域が確保されています。こういった形ですね。マニピュレーターはボールジョイントのため360度回転可動域を持っています。それでは胴体パーツに取り付けしていきたいと思います。ボールジョイントでポリキャップに接続。こちらもポリキャップでの接続になります。
腕を水平に上げる可動域に関してはかなりの可動域があります。水平よりも上に腕を上げることもできます。でこちらはもちろんボールジョイントなのでぐるっと360度回ります。そして頭部パーツ、こちらもボールジョイントで接続されます。かっこいいですね。頭部パーツの可動域を見てみましょう。頭部パーツはボールジョイントのため左右に360度回転させることができます。上下もある程度首の部分が動くので可動域は広い方ですね。そして腕のパーツの前へ出す可動域の方ですが、この位置までボールジョイントで動きます。こういった形ですね。ただここがですね、胴体の方が三角の形に前に動くようになっているので、かなり前方の方まで腕を出す可動域が作られています。なかなかHG らしくない可動域の作り方のような気がしますね。それでは脚部パーツを作っていきます。こちら足の部分に関してはパーツのはめ合わせになっています。こちらのパーツにも細かくサイコフレームのパーツを挟み込み、先ほどの足のパーツとはめ合わせます。足のパーツに関してはパーツで色分けがきれいにされていますね。続いて膝関節のパーツ、こちらの方もはめ合わせ。こちらのパーツはももの部分ですね。こちらもパーツ構成は細かくなっています。そして膝の部分のパーツをジョイント、サイコフレームを差し込みます。HG にしては細かいパーツ構成になっているんじゃないでしょうか。こちらはすねからふくらはぎの部分のパーツ構成ですね。こちらも結構細かくパーツ構成と、内部フレームのような構造が中にあります。そしてこの部分にも前と後ろにサイコフレームを取り付け、この辺りもちょっとリアルグレードらしいというか、ハイグレードなのにリアルグレードみたいな作りになっています。横の白いパーツ、外装パーツに関しても別でパーツ分割されています。そしてこちらのパーツも別パーツで色分けがされています。挟み込むような形での構成ですね。そしてこちらの膝のパーツにもサイコフレームパーツを使用します。こちらもパーツ分割で色分けがされています。こちらを膝に差し込むような形になります。そして足首の部分のパーツもパーツで色分けされていますね。そしてフロントの部分も別パーツでの細かい外装パーツの分割になっています。先ほどのフロントパーツの取り付け左右を間違えています。すみません。こちらが正しい取り付け位置になります。腰部分との接合部はポリキャップでの接続になります。こちらもポリキャップで太ももと接続。足首はボールジョイントですね。での接続となります。それでは脚部パーツの可動域を見ていきましょう。膝は二重関節ですね。で、かなりの可動域が確保されています。そして足首の方、こちらはボールジョイントのため前後の方にもかなり可動域があります。左右にもある程度の可動域が設けられていますね。そして足裏には肉抜きの方はないですね。こちらのバインダーの方、こちらどちらサイコフレームともに稼働します。こちらの太ももの接合部もジョイント、軸でジョイントされているので360度を回ります。続いて合わせ目を見ていきたいと思います。合わせ目は膝裏
膝の部分のパーツにはめ合わせのため前後合わせ目が出てしまいます。目立ちにくいんですが合わせ目が出る仕様になっています。太ももはパーツ分割のため合わせ目らしい合わせ目はないですね。すね、ふくらはぎの部分もパーツ分割のため合わせ目らしい合わせ目はありません。こちらの足の部分の接合部分のパーツに関しては合わせ目が少し出てしまいます。こちらの横の部分、足裏なども合わせ目の方はないですね。続いて腰部パーツを作っていきます。腰部パーツの方もサイコフレームを組み込んでいく構造になっています。こちらの方もサイコフレームをこのように差し込んでいきます。こちらもパーツ構成は細かくなっており、サイコフレームが隙間から見えるような構造になっていますね。リアスカートの部分をフレームの部分と前後ではめ合わせます。こちらフロントのパーツにもサイコフレームを取り付けていきます。こちらの方もパーツが細かく分割されており、サイコフレームの発動状況をしっかりと再現できていると思います。そして脚部との接合部分をはめ合わせます。こちらは一応可動式になっているので、下の方で固定をするといった作りですね。フロントスカートに関してもパーツが細かく分割されており、こちらのパーツを先に取り付け、その上からサイコフレームのパーツを差し込んでいきます。そしてフロントスカートを先ほどの部分をパーツで前後ではめ合わせて、しっかりと固定をします。サイドスカートの部分にも小さいパーツですがサイコフレームを差し込んでいきます。サイドスカートの部分に関してはポリキャップで腰部と接続になります。それでは腰部の可動域などを見ていきましょう。フロントスカートは上下に動きます。サイドスカートも上下に可動域があります。形ですね。背面のリアスカートに関しては動かないですね。もう完全に固定になっています。内部は裏打ち等のモールドはほぼない状態になっています。それでは脚部の方を取り付けしていきたいと思います。脚部の方はポリキャップで軸でジョイント、どちらも同じようにジョイントをしていきます。脚部の可動域ですがかなり柔軟に可動域があります。サイドスカートが上がる部分までは上がるので水平位置までは可動域を確保できるような形になっています。前後に関してはフロントスカートが上がる位置までは前足を上げることができます。後ろは固定になっているのでこの位置までしか上がりません。しっかりとした可動域が確保されていると思います。そして接合部の軸ですがこのように前後に可動をします。中にある軸の部分が前後に動くような形になっているのでアクションも取りやすいです。それでは胴体パーツと接続していきたいと思います。接続はボールジョイントでの接続、そして腰の可動に関してはかなり柔軟に可動をします。ボールジョイントになっているので360度回すことも可能です。前後に関しては分割されているのでかなり可動域もあります。これで本体パーツの完成です。最後に武装パーツを組み立てていきます。こちらのビームライフルは前後でモナカ構造になっていて先のパーツをはめ込むだけのシンプルな構造。段落ちモールド化されている部分もありますがモナカ構造のため合わせ目はがっつり出るような形になりますね。こちらはビームライフル持ち手用のマニピュレーターになります。そしてシールド部分、こちらにもサイコフレームを差し込みパーツをはめ合わせるといった作りの簡単な構造になっています。シールドの合わせ目に関してですがパーツをはめ合わせている割にはパーツごとに段差がついているので合わせ目というものは目立たないですね。
裏面に関しても一体成形でモールドが入っているんですが、少し作りは簡素になっています。腕へのシールドの取り付けは上からはめ込む形になっています。ビームサーベルに関してはこのバックパックの部分から取り外して使用します。こちらの穴の方にビームサーベルのパーツを差し込みます。このビームサーベルのパーツなんですけど、サイコフレームの硬いプラスチックのパーツと一緒の成形になっていたので、中に気泡が私のやつは入っていました。少し残念な部分ですね。このようにプラスチックは硬めの素材となっています。HG144 分の1ナラティブガンダム C 装備は比較的新しいキットということもあり、細部の作り込みもしっかりとされているキットになっていました。プロポーションやディテールも HG にしてはかなりしっかりと作られており、可動域も申し分ありません。パーツの分割構成もリアルグレードと差額するような部分もいくつかありました。2019年販売当時ではかなり最新の技術が織り込まれたキットだったのではないでしょうか。ただ、組み立ての際にはサイコフレームのパーツの境目が分かりにくく、切り取りの際に誤って切らなくていい部分まで切りそうになるので、ランナーからは余裕を持って切り取った方がいいと思います。また、サイコフレームはガンダムの下地が白になる部分はピンク色に見えてしまうので、裏側に塗装などをするとさらに見栄えが良くなるかと思います。デザインに関しては、各自好みが分かれるとは思いますが、私個人的には作っていて非常にかっこいいキットになっているのではと思います。今回マスターグレードのバージョン過渡機が販売されるので予習にと作ってみましたが、非常に満足できるキットになっていました。それでは今回はこの辺で。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえると励みになるのでよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。